ここの山のかりぼしゃすおはようございます。おはようございます。アメリカから来ましたカイルと言います。初めて日本に来たのは21年前で、最初は長崎へ留学しました。でその後アメリカに帰って雪農場で研修を受けた時に、福岡正信先生の「ワレポの革命」の本を読んで、また日本で自然のを勉強したいと思ってて、2001年にまた日本に来ました。で、あちこちの、自然農のサイトに回ったりウフしたりして、で2003年にオーストラリア行ってパーマカルチャー勉強しました。で自分のパーマカルチャー農場を実現するためにもっと建築の技術を身につけないといけないと思ってて、ストロベリーの研修を受けて、そこから日本の盛んに入りました。そういう流れで、ここは5年前にたまたま、この空き家を見つかって、いいなと思ってた。20代はだいたい農場で、勉強したりしてて、30代は建築、で、盛んだけをやるともったいないから、前の体験を生かして、パーマカルチャーセンター、衣食住エネルギーを、学べるな場所ができたらいいなと思ってて、5年前に4人でこのパーマカルチャーセンター神もみを立ち上げました。で、最初の方はもう10年間ぐらい、使ってなくて、蚊帳と笹ばかりで、あとはゴミが多かったね。生活のものそのままから、前の方のものの整理と処分で1年間ぐらいかかった。で今でも少しずつ開墾してます。でパーマカルチャーの中でデザインツールはいくつかのあって、一つのはゾーニング、物を使う頻度によって近くに配置する、あまり使わないものは離れているところに配置する。そうすると毎日使うもの、例えばキッチンガーデン、作業場、温室はなるべく家に近いところに配置する。で今回はそのゾーン1から案内したいと思います。はい、お願いします。テラ行くよ。バイバイ。おいで。最初に作ったのはキッチンガーデン、この石垣の前のキッチンガーデンで、この石垣の裏はすぐに母屋です。でここは独特な微気候、マイクロクライメットという意味で、昼間にこの石が太陽熱を吸収して、夜に気温が下がったらここから熱を放射します。で今でも座ると暖かい。この石ちょっと座ってみて。はい。本当だ、あったかい、ほんのり。でこの石垣の元にイチゴを植えたり。本当だ。ところでこれボレジで蜜源になるし、お花の皿のアクセントもいいし、エディブルで、あと地中海ではこの葉っぱも食べるみたいで、コンフリの仲間で根っこが深くて、下の層からミネラルを持ち上げて、これをどんどん切ってマルチに使ったり、コンポストに入れたりできる。でこのキッチンガーデンは毎日収穫したいものか、毎日収穫して、で
毎日収穫しない農作物はこの下の段、うんうんうんで今小麦、ネギ、玉ねぎ、うんニンニクがあって、あとまあ大根もあるし、じゃがいももあるかな。そうじゃがいももある。で前の案内ツアーで、多分説明したと思うけど、2年前にすごい面白い発見があって、この金柑の木の下にキャベツを植えてみた、でめっちゃうまくできた、で分かったのは冬は太陽の角度が低くて、日当たりがいい、だから、まあ、野菜にとっては、まあ、いい環境で、あとこれが霜よけになるとか雪よけになるから、よく育つこの下、なるほど。この木の下で、これから果樹の木をここに増やしたい。へー。でここは今のところは本当に一番暑くて乾燥しているところで、だからキッチンガーデンには、適してない。なるほど。そうこれから母屋の生活排水と、雨どいと外キッチンの水もこっちに持ってくるような計画あります。循環していきますね。まあ、今フードフォレストを作ってる、だから木を植える準備ができたらここを少しずつ木をあっちに植えてます。フードフォレストって何ですか？フードフォレストは、その自然の生態系を真似した、菜園、畑、果樹園、そう果樹園とフードフォレストの大きな違いは、果樹園は例えばリンゴの果樹園とか、柚子の果樹園とか、まあ、一つの品種とか一つの種のものしかなくて、フードフォレストはさまざまな種を混ぜて、または森のように香木、低木、ハーブ草、いろいろ全ての層を利用して、普通の農業は2次元で、これは3次元の農業。なるほど。なるべく太陽のエネルギーを光合成でそれをキャッチして、炭素を肯定して農作物を作る。で、まあ、文献研究によると、例えば麦を作ると、リンゴを作る、別々、合わせた方が 1.5 倍の収穫量が増える。へえ、面白い。ごめん、口頭で説明するのは難しいけど、グラフで見せたらの方が分かりやすい。なるほど。いやいや、でも最近僕よくまあ、自分にも聞くけど、なんでこのことをするな、あとまあ他の人も聞かれてるけど、まあ、僕らのためにここをやってるじゃなくて、その次の世代、この限界集落で人がいなくなってるけど、実は僕ら必要なものはほとんど全部ここにある。木もある、畑もある、田んぼもある、水もある、藁もある、竹もある、いい土もある。まあないのは塩と刺身ぐらいかな。塩と刺身ね。けど経済成長で、海外から木材を買った方が安い、海外から燃料買った方が便利、海外から食料買った方が経済的、まあ、ここにある資源は生かしてない、でここにある資源を生かしたい、活用したい、どんどん人が、まあ、持続的にここに暮らせるような環境を作りたい、でそれはまあ僕の人生はあっという間にね終わり、その次の世代、次の世代がここで平和で暮らせるような環境を僕らが今基礎を作ってる。で俺大きいって感じたのは木。僕らはこの果樹園植えてない、この梅、柿、一番多いのは柚子、30本ぐらいの柚子あります。この木植えてないのにこの木の実を毎年いただいてる。例えばね、まあ経済的な話だけど、この柚子の苗木はだいたい1本で1000円か1500円ぐらい、で30本があって、僕らは毎年
300キロぐらいの柚子を収穫してます。へー。去年はすごい収穫量が多くて400キロぐらい取れてから、今年は多分300以下になると思うけど、で僕ら直売にも売るし、柚子を使ってる業者さんにも柚子を卸してます。平均的に例えば1キロあたりで600円で300キロを取れるとそれは18万、で僕ら何も入れてない、肥料も入れてないし農薬も使ってない、それは全部人件費になれる。でこの元の柚子の苗木の代を考えるとただの3万円だ。すごい経済的だよね。すごい。自分たちの時間を計算すると、職人ほどの日当は払えられないけど、これは本当に自然の恵み、でどんどんこういう、燃料もかからない、肥料もかからない、農薬も必要ないの果樹の木、勝手に実になる、果樹の木をどんどん増やしたい。だから今フードフォレストちょっと見に行きましょう。ワクワクしちゃいますね。自分で来た。その前にごめん、コンポストステーションです。母屋蔵軸組沿いに、人間がよく通る道の横にこのコンポストステーションを設置しました。で僕らは水洗トイレじゃなくて、コンポストトイレを使ってます。でいっぱいになったら1年間以上寝かす。で1年間以上経ったらこれを果樹の木にやります。果樹の周りに後で案内するけど、僕らはキーラインバイオスウェルを作ってます。何ですかそれ？後で説明します。そこで使ってます。テロ君一緒に行く？ね、自分で来れたね。行くよね。よいしょ。でこのコンポストはコンポストトイレのコンポストも生ゴミのコンポストも一緒？そう、両方入れてます。今のところは両方入れてるけど、これから外キッチンの横にミミズコンポストを作りたいと思ってて、そうすると生ゴミはここまで運ぶ必要ない。なるほど。ちょっとその移動の時間とエネルギーを節約できればと思ってる。でフードフォレストとアグロフォレストリーの話をちょっと戻ると、この棚田もその果樹、夏の木と農作物を、そういうアグロフォレストリーちょっとしたいと思ってて、今水があるところは田んぼで使うけど、水がないところは、陸とさつまいも、大豆を作りたいと思ってて、急斜面でここも土砂崩れ危険区域なので、その斜面を安定するために8メートルぐらいの間隔で栗とか柿、この山に実績ある、もう勝手に実になる木を植えたいと思ってます。でちょっとこれを考えたんだけどね、栗とかくるみ、夏の木はあぜのちょっと谷側に植えて、で実が落ちるぐらいの時期に草刈りしてブルーシート敷いて木を揺れて、実が落ちたらコロコロ一箇所にまとめるようにそのうまくいくかどうかわからないけど実験構想としてね、やってみたい。なるほど。でちょっと奥に見える笹とかや、これ全部そうだった、半年前まで。でそれを切って梅の木をいっぱい植えた。今ただジャングルしか見えないけど梅の木があって、ここ梅の木でこの木の間に単年草の植物を今植えてる。ここはアスパラ、この梅の木の間にアスパラ植えたり、上の方はラズベリー植えたり、でこれからブルーベリーの列も植えて、全部キーラインに合わせて植えてある。で後ほどキーラインを説明します。けどこれ梅だけじゃなくて、これエルダーフラワー、今後ろにある桃の木、
梅、柚子、柿めっちゃすごいいっぱい。でこれからここを拡大したいと。うーん。でここがフードフォレスト。フードフォレストになる。なるほど。すごい。よいしょ。そうね、今見ると何もわからないけど、僕はやっぱその20年先のメガネをかけてる。かけてるから見えてる。見えてる見えてるうわー見えてる。どうやったらそのメガネはかけられるんですか。いい質問だようね。ん。ビル・モリソン、そのパーマカルチャーを設立したビル・モリソンが面白いことを言って、パーマカルチャリストがタイムトラベラー、20年、50年、100年先の人々のための100年先の食料、100年先のエネルギーを今作ってる。僕らもそう、100年先の人たちの食料を今作ってる。でもやっぱりそれはカエルがいろんなところで見てきた経験がそういうビジョンを描かせてるのかな。なかなか普通の人がじゃあ20年後のフードフォレストをイメージしようと思ってもなかなかイメージが湧かない、見たこともないし、それがどんなものなのかね、やっぱ見ることが大事かなんだろうね。あと失敗することも怖がらない。Just do it。ね、失敗してもいいけど、やってみるのもとても大事。そこを恐れてる人がいっぱいいますよね。なんか失敗しちゃいけないんだみたいなね。僕らその義務教育を受けて、そこで成績もらうでしょ。で失敗したら成績悪いでしょ。だから失敗するのは怖がるね。なるほどね。やっぱ悪い成績もらうと思ってるけど、そういう義務教育を受けてない人たちはそういう恐れがなくて、もうとりあえずやってみよう。確かにそれがある。なるほどね。種をまいて水やって、物育つよ。シンプルですね。ね。ありがとうございます。いえ。よいしょ。じゃあこっちへ。はい。この海岸上がったらキーラインバイオスウェルが見やすいから、ちょっと後ほどそれを案内するけど、これから建築のテーマに変えて、この建物は2017年に始まった、建物で、使っている材料の多分 95% はこの山から取った材料、またはこの組南町、この周りから取れた材料で、この石はこの山にあった石で、地元の土木会社が分けてくれて、すごい大きな石で、軸組みはアメリカ人の大工さんの友達スティーブは35年間で世界各地でいろいろ軸組み、定期刻み軸組みのワークショップをやってて、たまたま日本に来る予定があって、ここでワークショップをやってもらって、アメリカ人とかヨーロッパから来た人たちも参加者8人でそのスケレトン、その軸組みを組みました。でその後隣の町のソモ校舎という大工さんがこの建具を入れてくれた。へー、すごい。軸組み自体は日本の大工さんのスキルですか？金物を使わなくて、木を刻んで組むのはもう全世界共通のところ。もちろん継ぎ手とか仕口は日本の独特もあります。へー、なるほど。じゃあ釘とかを金物は使っていない？構造では使ってない。断熱の壁は使ってるとか屋根でも使ってますが、でちょっと中を案内します。はい。で2017年に構造を組んで1年半ぐらいかけて植林から間伐を出して、それをたるきにしました。で屋根を拭いて2019年の8月にようやく屋根ができた。で2019年の10月に壁作りのワークショップを
やってて、マイケル・スミスという工場ハウスの普及活動をやってる友達、アメリカ人だけど、マイケルを呼んでここ1週間の自然建築のワークショップをやりました。で、各壁の作り方が違って、この壁はストローベル、藁のブロックを積み上げて壁を作るやり方。奥行きが35センチで、この壁が一番断熱性が高いです。で、北側で一番断熱を求めてる壁です。で、次に断熱を求めるのはその西側、西日を防ぐ西側の壁で、ここは軽量もみ殻小石灰の壁です。たくさんもみ殻とちょっとの小石灰を混ぜて壁の中に流し込んだ。で、内側と外側に割ってる竹を貼って、これから土を塗ります。6月初旬にDIY 左官コースを今計画してて、日本の伝統の左官を1週間で全部体験できる。荒壁、中塗り、仕上げ、いろいろそれで学べる。本当になかなか学べる機会がなくて、いい機会だと思う。その時にこの建物の荒壁を塗ります。ところでそれが真実の窓。真実の窓。そう、その壁の中身が見えるように各壁に真実の窓はつけてある。こっち側が軽量藁土、たくさん藁とちょっとの土を混ぜて、カット枠の中に詰め込んで、カット枠を外してこういう壁ができる。で、これからこの上に土を塗ります。けどあっちの方が流し込んで早い。こっちの方は半竹みたいに叩くみたいな、詰め込む。で、窓の上が長い藁を泥につけて縦の竹の下地に編んでる。マイケルという友達が開発した壁の作り方で、今年の6月に下塗りして、今年の10月に仕上げる予定。で、最終的には寝泊まりできるな小屋作りたいんだけど、僕らがその納屋とか他の設備を作ってるうちに、こっちが作業スペース、倉庫、作業場みたいな役割です。この玄関の部分は去年の5月に作りました。で、こっち側の面白いところは、この木は全部僕らが倒して、駐車場で製材して、で、ソマ校舎の山さんと一緒に手刻みして組みました。で、これも上司自然建築のワークショップで、上司たちがこれを全部刻んで、上司女の子が全部刻んで作った。眠くなってきちゃった。はい。で、その後、1週間の自然建築のワークショップを主催してて、その時基礎から壁を作りました。で、こっちの作り方がとてもシンプルで、石を並べる、ここにあった石を、もうこの敷地内にあった石を並べて、で、ホームセンターの小石灰と瓦を重ねて、で、その後土と瓦重ねて、ここにあった古い土壁の土と古い瓦で、ちょっと立ち上がりを作って、そこから壁を作った。で、この壁の作り方は軽量もみ殻小石灰の断熱。構造は日本の伝統工法。壁は近代の性能の高い自然断熱を使って、で、この土はこの山の土を使って壁を塗りました。すごいね、自然な壁だって。そうです。4日、祝日、その日に僕らキッズデーを主催しました。で、子供たちと一緒にこの山の土を練って、ストロベルの壁を塗りました。めっちゃハマったよ。
子供たちめっちゃハマってた。楽しかった。楽しいですよね。ね、泥遊びもできて、それでね壁ができるなんて仰天の発想。ここに道が欲しくて、斜面を刻んでその土をこれだけど、これを土と藁を練って壁を塗ってます。とてもいい土です。もともとそういう壁に向く土だったんですか？何でもいいわけじゃないでしょ。田んぼとか、その表土、有機物がいっぱいある土じゃなくて、その下の粘土質の層を使って。ここ今カイルがいるところは元は斜面。ここはもっと斜面だった。ちょっと道あったんだけど、その道を広げて、去年の11月に石垣作りのワークショップを主催しました。徳島で修行したレオン君という友達を呼んで一緒に石を積み上げました。これ楽しいよ。めっちゃハマるよ。もう食べることも忘れるぐらいハマります。この石はどこ、この敷地から？この敷地と、近くの土木会社のストックから無料で分けてくれる。すごい。今石が余ってて、今埋めるぐらい価値がない。わざわざ埋めちゃう。残土と同じ扱い。今は石は、日本の石はこの前コンフリの根っこを分けてここに植えてある。本当だ。さっきの青いお花のコンフィ。球根がすごい深くて、下からミネラルを持ち上げて、めっちゃいい堆肥になります。あと花咲くと蜜源にもなるし。いいことずくめ。怖い。少しずつ緑が増えてるね。去年の秋に軽量土を増やしたから、でここは堆肥ともみ殻、かなり軽量の屋根で水もいっぱい吸収できる。で太陽出るとその水分を蒸発させて気化エネルギーで室内を涼しくしてくれる。で冬は乾燥してて、空気もいっぱい含めていい断熱になる。いいことずくめですね。で取り壊す時にこの屋根も全部土に変える。そこまで考えての建築なんですね。あと安い。DIY しやすいし、材料的には安い。これからどこの屋根が一番長く持つか楽しみね。蔵も吹き替えた。母屋の基地の屋根もガルバの波板も吹いたし、この屋根屋上緑化吹いたし、どれが一番長く持つか楽しみ。もしかしたら俺より長く持つかもしれない。そうか、見届けられないかもしれない。次の世代かも。今どんな植物が一番育つか今実験中で、これセデムという多肉植物を植えてる。うちにローズマリー？そう、ラベンダーとローズマリー。あと今アコちゃんがセント・ジョンズ・ウォート。何ですかそれ？ハーブ？薬草、メディシナルヘーブを作ってて、乾燥した環境を望んでるからこっちがいいですよね。よし。さあ行きますよ。さすがにちょっと怖いな。よいしょ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 。よし。さあ上に行きましょう。でさっきのキーラインバイオスウェルの話によると、キーラインバイオスウェル、キーラインシステムっていう、ビル・モリソンとデイビッド・ホームグレンが強く受けた影響の一つで、PA ヨーマンズというオーストラリア
の農家さんが、うんいました。うんでピエ・ヨムンズはもともと鉱山うんのエンジニアうんですごい水がとても大事うんでだから水をよく観察した人でそこから肉牛を飼うことにした、で彼が自分の敷地を観察して分かったのは谷が一番水が集中する、うんで牧草の育ちがいい、うんだけど尾根の方は乾燥してて牧草の育ちがあまり良くなかった、うんうんどうやって水をもっと均等に配るとか彼がよく考えてた。うんうんうんで水は必ず等高線と直角に流れる、うんね、斜面があって水は自然にそれと直角に流れるよね、うんうんで彼考えたのはスウェールを使って水を尾根の方に配るうんやり方でいいじゃないか。うん普通は水の流れを調整するために土を盛り上げて、水の動きを調整する、土木工事、アースワークスの一つスウェール、でここは土を動かせずに、ここは有機物を使って水の動きを調整している、だからこのキーライン沿いに、切ってる雑草を並べたり廃材を置いたりすると、水が流れる時にこれにぶつかってちょっと尾根の方に下がってる、だからこの谷に集中せずに尾根の方に、脇の方に流れるようにする、水をもっと均等に配るような、あと水が谷に集中すると、土砂崩れの原因にもなるから、なるべく水の流れをゆっくり浸透させるのが大事で、なるほど。だからここはキーラインバイオスウェールと呼んでて、でこれは僕らがね、前の農家さんがたまたまキーラインで木を植えてる、等高線沿いよりちょっと尾根の方に下がってる、で僕らはその続きで、同じ道でフードフォレストを増やしてる。すごいですね。たまたまなんだ。そう、たまたま、ね、たまたま。水の音が聞く。水の音聞こえますか？そう。3箇所から湧き水をここで、4箇所。4箇所から湧き水をここで集中して、収集して、ここから家の方に送ってる。これは前の方が設置した井戸は、だけど井戸じゃない。ただ翼井戸、ここの湧き水を収集するところで、僕らがこの小屋を建てて、ちょっと落ち葉がこの井戸の上に落ちてこないように屋根を組んで、あと日陰を作って植物の成長をちょっと抑える、または冬の時に放射冷却で冷えないようにちょっと屋根を作った。3月にミツバチの巣箱を6箇所作って1箇所は蜂が入りました。すごい。本当だ、蜂が来てる。これかわいいね。忙しい。本当だ、かわいい。ビーフォレストという団体、と協力して巣箱を設置しています。ビーフォレストは蜂蜜を生産するためじゃなくて、ミツバチを増やすための団体、だからこの巣箱が3年以上続けて蜂がおって、あと全ての巣箱が蜂に入ったらようやく蜂蜜取る。だから本当に蜂蜜を取るが目的じゃない、そのミツバチを増やすのが目的で、
かわいいね。多分もうちょっと眠いのかもしれない。お母さん。間違えちゃった道。そっか、そんな団体があるんだ。ごめんなさい。ちょっと私のお財布も散らばして。はいはい。で、あそこのマスから水がこっちへ流れて、眠いね。眠くないですかね。でこっちは3000リットルのタンク、水槽で、最初は青色のローカーフィルターを通してから黄色いのタンクに入る。そのフィルターは何が入ってるんですか？砂利とするだけです。これ薬草、サルトリイバラ。2019年の9月に作ったトリーハウスで、マークというアメリカ人の大工さんの友達が軸組みのワークショップに参加してて、パミモミでトリーハウスを作りたいって言ってくれて、マークを呼んでトリーハウスのワークショップを企画しました。10人で10日間ぐらいこれができました。無計画で、建築家から見るといろいろ問題点を指摘できるけど、そのカオス、なんか計画ないの状況の中でこういう有機的な建築が作りやすいかなと思ってた。これもどのぐらい持つかわからない。これから楽しみで、壁を今でもテントを張るとここで寝泊まりができる。ああ、なるほど。すごいいい気持ちいい空間で、ぜひケイちゃんもここでヨガをありがとうございます。朝にしてほしい。なるほど。いいですね。で、壁を作ろうかって話になって、いや、壁なしでこれをライブのステージとして活用して、あそこ実はね、田んぼ、今竹と笹いっぱい入ってるけど、あれ田んぼ、このステージと、同じぐらいの高さで、だから客席とこれライブのステージで、去年の12月に初めてライブができた。宮崎のほうちゃんが来てくれてライブできた。で、実はこのトリーハウスを作った時に、ずっとほうちゃんの CD を聞いてた。ちょうど本当に循環できた。その彼女が来てくれた。そう、来てくれた。もともとの知り合いだったんですか？いや、俺会ったことなくて、ここに手伝ってくれた大工さん、ゆうすけさんの知り合いで、すごい。ここは実は僕らの薪の畑、薪を作る畑で、邦画行進聞いたことある？ごめんね。何ですか、邦画行進って？こういうアベマキとかコナラの木を切ると株から脇芽が出る。ヒコバエっていうけど、そのヒコバエが適切な太さになったら、それをまた切って炭とか薪にしてまたもう一回増やす。で、それを定期的にするのは邦画行進。なるほど。これは2016年、実はね、僕らがここに来る前に近所が原木としてこれを倒して、だけどこれからもうちょっと多分この枝が人間の腕ぐらいの太さになったらまた切る。で、巻き割りしなくてもただ長さで切って。なるほど。昔の人たちはやっぱそうやって邦画行進して燃料を作ったりしてたんですかね。そう、たたら製鉄
聞いたことありますか？ああ、タタラバとかね。タタラ製鉄は全部邦画更新で30年間ぐらいの更新で山回って炭を作ってで別のところに行って炭作って30年間にまた同じ山に戻って。なるほど、すごい。これ田んぼ田んぼだけどもう15年間多分稲作ってなくてこういう木がいっぱい生えてる欅とかいろいろ木が生えててこれから欲しい木を選んで間伐してここをキャンプ場テントを張るスペースにしたいと思う。で今道を作ってるけどこの昔の棚田を通る道を今作ってるところでここをタイニーハウスビレッジ作りたいと思ってて。あそこは棚田だったんです。そう今見るともうジャングルしか見えないけど昔の棚田で30年前にヒノキが植えてあってそのヒノキも間伐しないといけない。だけどここタイニーハウスビレッジ活用できたらいいなと思ってて今年の今月の下旬から第一軒のタイニーハウスを作る予定です。うちはまだないけど。そうだから今回は手刻みで骨組みを作って組んで一回バラすで設置するところができるまで。そうでこれからいろいろ工法で日本の伝統工法あとはストローベルコーブハウスアスパーグいろいろ工法でちっちゃいタイニーハウスがポツポツあったら人が増えるしそう自然の再生力すごいね。ここ道だったのにちょっとだけ人間の手を抜くとすぐに山に戻るね。しいたけこれがしいたけでこれひらたけけどゾーニングから見るともっとゾーン1に近いところに設置したいけど閉めてるところがなかなかなくてここになっちゃった。でここが全部パミモミじゃなくて3つのエリアはパミモミの植林で30年前までは共同で管理されたタバコとか野菜を作ったみたいで30年前に個人に分けて間伐が必要タイニーハウスいっぱい作れるね。でこの上が和田神社っていう昔の神社で神様がまだ神がいなくて神籾神社に移ってるみたいけどまだいると思う。とてもいい雰囲気で原生林に近いところすごい樹齢何百年の荒菓子がいっぱいあってでっかい枝とすごいいい光がそこから入る。でそこ見るとここも見ると日本の里山とパーマカルチャーのつながりが分かる。本当になんかパーマカルチャーという言葉もなくて科学的な考え方ないけど本当にパーマカルチャーの原則によって構成されてね里山が。ちょっとだけ今虫にやられてからこっちへ行こうか、はい、典型的な
山の形だけど、この山の頂上があって、で下がって傾斜が緩くなって川があるね。一般的な地形で、だいたいその出っ張ってる地形とへこんでる地形の変わりところがパーマカルチャリストはキーポイントと呼んでるけど、日本の里山はだいたいキーポイントで家を設置してる。でその家の裏に翼井戸あったり、ため池あったり、井戸あったり、そこから水を引っ張る。で家の裏に雑木林と植林がある。つまり重い建材を上から下ろす。この雑木林は薪として使ってるけど、それを切って雑木林と家の間に炭窯で一回軽くして、軽い炭を家の方に持ってくる。パーマカルチャリストはそれを行動プランニング、位置エネルギーを考えて物を配置する。で家の下に畑と田んぼがある。家の生活排水を畑で使ったり、その生活排水を田んぼで老化させて、ようやく川に入る。本当に理にかなってるんだよね。だからパーマカルチャーは、あるところから見ると和洋折衷、東アジアの農村文化の永久的な農業と暮らしを科学的に説明したのがパーマカルチャー。しかし単純に昔の技術とかライフスタイルを復元することだけじゃなくて、現在の適正技術または現代の人々のニーズを取り入れたデザインシステム。マムシ。ベイビー。そう、僕らは今までマムシを、取らない、殺さない方向にやってる。5年目で増えてるか減ってるか分からなくて、どっちかというと去年少なかった。去年ほとんど見なかったね、マムシ。なんでいるか分からないけど。もうちょっといて、もうちょっといて。マムシ草？マムシ草？これ？この柄がマムシっぽいからじゃ面白いね。ジャック・イン・ザ・ポルピット。昔の伝統農法は労働がメインだった。近代農法は化石燃料がメイン。パーマカルチャーはデザインがメイン。労働も減らす。化石燃料の使用量も減らす。それはデザイン。さまざまな要素をうまく組めば時間とエネルギーの節約。2017年に軸組みの構造を組んで、余ってる木を近くの製材所に持って行って引ってもらって、隣の町の染工者の山さんと一緒にこの木を刻んで組みました。でこれはこの建物のキッチンになる予定です。伝統工法で石建、石の上に柱を立てるやり方で、ここもこの敷地内にあった石を並べて、前に見せたようにホームセンターの小石灰と瓦と土を積み上げて立ち上がりを作ってる。でなるべくセメントを使わないようにする。現在の排出されている温室ガス、二酸化炭素の半分ぐらいは建築の業界が出している。でその中で一番大きいのはセメントとコンクリートの製造と運搬と解体。かなり生産使用エネルギーが高くて、作る時に出す二酸化炭素も多いから、なるべくセメントを使わないようにする。ですごく感じたのは解体の時、瓦礫はなかなか再利用するのは難しくて、これはもう全部土に変える。この石ももう再利用できるし、この小石灰は畑にも入れるし、この土は土に変えるし、瓦はこういうふうに地面に敷いたりまた再利用するし、壁の作り方は日本の伝統的竹小舞と土壁で、ここがお風呂で、この壁は軽量もみ殻小石灰の断熱の壁で土を塗って漆喰で仕上げてます。去年の
11月に DIY セカンドのワークショップで参加者がこの漆喰を仕上げました。おいで、さきちゃんは今何しとる？コンポストを捨てに行きます。コンポストトイレ？はい。どんな感じ？楽しい。ここがコンポスト、これがトイレで、コンポストトイレで簡単な20リットルのバケツを使っていっぱいになったら出してこの台の上に乗っけて、で余裕ある時にこれをコンポストステーションに開ける。でお湯はメインは太陽光温水器だけど、お風呂はこの調布の追い焚きを設置して薪でいつでも追い焚きできるようになってる。この機械の台は全部土でできてる。基礎は石で作って、石の上に工部というやり方で練り土を積み上げて台を作ってる。しいたけです。そう、外キッチンで今の季節だと一番ね時間を過ごすところで、今中でキッチンを作ってます。元の玄関はここまでだった。で結構人が来る時にいっぱい来るから、この高床を取ってこれを全部玄関にしました。でこれが下地で来月アースフロアを塗ります。アースフロアって土間ってことですか？土間叩きみたいな感じです。土を使って床を作る。でここがキッチンになります。ちょうど床に石を敷いて、ここにキッチンストーブ、薪を使うキッチンストーブを設置します。天井に穴があって、そこから煙突が出ます。でここ流しカウンターと冷凍庫、ここは食器棚が入る予定です。これパントリー、お米、味噌、漬物、野菜を保管するところで、ここは洗濯機と洗い場で、この洗濯機はこの中がお風呂だけど、お風呂の水をここで使うようになってる。今日本人の1人当たりの水使用量は月に9000リットルで、僕と家族は2人で研修生もお風呂借りに来るけど、僕らは全部で6000リットルしか使ってない。でわざと水を節約してない。多分僕らが洗濯で使っている水はお風呂の水と水洗トイレを使ってない。そこでかなり水の使用量を節約できる。じゃあこっちから行こうか。この床の間と中の間が昼寝スペースと教室。それコンポストトイレ。そう。このシステムいいね。窓がすぐそこにあって、ね、外から取り出せる。素晴らしい。戻ってきた。こんにちは。失礼しました。ここが男子の寮、男子の部屋で、この壁は去年の5月に上司自然建築で仕上げたスクラフィットという手法で、色土とか違う色の漆喰を塗り重ねて表面を削って下の色が見えるようにする。これ稲の方をイメージしたデザイン。で今お風呂を作っているところで、細い材で間仕切り壁を作って、両側に竹を貼って土を塗りました。で土の上に漆喰を塗りました。この漆喰は珪藻土が入っている。友達が開発した嬉しい壁。かなり凝ってるお風呂。木刷りを貼って、木刷りにスネジックを塗って、これから防水漆喰塗って仕上げたいと思う。ここも次は中塗り塗って、で最終的にこういうふうに漆喰を塗る予定です。
でこの廊下も2019年の11月にの DIY セカンドのワークショップで仕上げた漆喰で、いろいろ土でこの部屋を、これ上司の部屋でいろいろ土を使ってこの壁を仕上げた。色が違う。そうこれがメキシコの赤土、これ上海の赤土、それ岡山県の矢掛町の土、淡路、愛知、淡路、黒はピザ窯と同じ黒です。この黒。日当たりが良くて、ちょうどパッシブソーラーで、冬昼間暖かいよ、晴れたら。下ですか。次に行こうか。はい。そんな感じかな。はい。これから大きなフードフォレストになればと思ってます。ありがとうございます。ありがとう。また遊びに来てね。む